教えていただけますでしょうか。相手が避けたっていうか、こういつきみたいな感じのところを打つこう面で。でですね。じゃあその、得意技を打つ時のポイントについて、ご自身が意識されていることを教えていただけますでしょうか。相手のまず避け方っていうかさばき方がこっちなのかこっちなのかっていうのを、見て、でこっちに避ける人だったらこう裏面を打ちますし、こっちに避ける人だったらこっちの面を打つようにしてるんですけど、大体多くの人は裏が空いてるので、裏面を打つんですけど、こう普通に打ってこうストレートにスッと入って当たる人と、ちょっと間を空けてわざとゆっくり打った方が当たる人とかもいるんで、そのタイミングとかを変えながら。なるほど。それはどういう相手だったらちょっと一歩遅らせて打った方がいいなとかっていうのを判断されていらっしゃるんでしょうか。逆に反応が早すぎる人にこうすぐ打ってもパッて避けられてしまうんで、そこはわざと一本早く打ったりして、最初そこを意識させといて次ゆっくり打ったりとか、わざとこっち側の面を当たんないかもしれないけど打っといて、こっちを意識させといて裏を打つとかっていうのはやってます。それは、じゃあ試合を最初やっていく中で、相手がどっちの避け方をするのかっていうのは分析というか。そうですね、やりながら、でも大体の人は大体こっちで避ける人が多いので、そのタイミングとかいつ出すかっていうのをポイントにしてますね。前が強い相手にはなかなか上げない人にはなかなか当たんないんで、そういう時は自分もまだ練習中なんですけど、ここしっかり攻め切って打つ面っていうのもないと、この左右の面が生きてこないので、その技前っていうのもこの左右面打つ時には大切なのかなと思います。じゃあ実際やっぱある程度手元が上がる相手に効いてくる技っていうのが大事ですよね。それ、入る時なんですけれども、実際にちょっとどういう入り方をされて相手を崩しているのかっていうのをちょっと見せていただきたいんですけれども。普通に打つ時はもうそのまま入ってで打つんですけど、その溜めたりそのずらすっていう時はでグッてここで右足っていうかそこでためを作って打ったりとか、普通に攻めながらわざとゆっくりっていうのも裏面だったらやってます。じゃあ一瞬入ってちょっと相手の反応を見てから打つ時もあれば、もう入りながら打つ時もあるっていう感じですね。その時にちょっと沈みながら入ったりとかって工夫とかってしてらっしゃるんですか？意識してるわけじゃないんですけど、ため作るってなるとやっぱちょっとグッて沈むっていうか。はい。具体的な質問で申し訳ないんですけど、ひかがみとかっていうのはどれぐらい曲げてらっしゃるんですか？自分はちょっと曲がりがちなので、もともと攻めながらこういう感じで曲がりがちなので、攻めるときは右足がちょっと曲がるんですけど、で、なるほど。じゃあ結構、じゃあかかとも比較的ちょっと上がりがちな感じで。かかとは結構ずっと上がってますね。上がりがちに。結構あえてというか反応を早くするように。そうですね。かかとはなんかたまに癖でついちゃう人とかいると思うんですけど、自分はその
ついちゃうと絶対反応できないので、もう常にこうしっかり上げてますね。結構遠間から打つ方はかかとをあんまり上げないようにしてるとかいう話あを聞いたりする。なんか遠間だとちょっと使い分けてたりしますかかとが。基本同じで、なるべく上からっていうのを最近は意識してて、こう前まではちょっとこう上体が反りがちだったんですけど、なるべく上からっていう攻めを意識して足を使うようにしてます。行かれるときに、市内の角度って、グッて攻めるっていうのは、ちょっと斜めにすると入れてる感じがした。そうですね。こう避けるんで、そこに合わせてみたいな感じになってるのかな。あまりこう意識して、はい。この裏の面で結構打突強く打つのが苦手な選手も多いから、打突力をしっかり一本になるようになって、はい、この選手がこういうわけで結構ここは右打ちになると思うんですけど、ここね、この右手を